店員の鋭い声がスーパー全体に響き渡った。なぜ盗んだんですか。白髪の老女が立ち尽くし、周囲の客が一斉に振り向く。若い女性店員が老女の胸元を指さし、その指先は全く震えていなかった。お金がないんですか。答えてください。老女の肩がわずかに震え、涙が頬を伝い落ちる。けれど彼女は何も言わず、ただ黙って立っているだけだ。周囲の客たちがざわめき始める。万引き。高齢者って最近多いらしいよ。スマートフォンが次々と老女に向けられる。老女は胸に手を当て、息が苦しそうに顔を青ざめさせている。店長が近づいてきて低い声で告げた。警察を呼びます。その言葉に老女の顔がさらに青ざめ、すべてが終わったと思った。けれど、誰も知らなかった。この老女が何も盗んでいないことを。真実は、まだ隠されていた。夕方5時を過ぎた頃だった。埼玉県川口市、古い団地が立ち並ぶ通りに小さなスーパーがある。花道マートという名だ。宮沢春子は今年で72歳になる。毎日この時間になると買い物袋を持って店に来る。誰と話すわけでもない。ただ黙々と棚を見て回る。それが彼女の日課だった。春子は若い頃から口数が少なかった。学校でも職場でも目立たない存在だった。けれど真面目に働き、夫を支え、子供を育てた。夫が亡くなってもう10年になる。子供たちは遠くに住んでいる。電話はたまにかかってくる。でもそれだけだ。春子はそれでいいと思っていた。今日も彼女は自動ドアをくぐる。店内には蛍光灯の明かりが広がっている。野菜売り場を通り過ぎ、惣菜コーナーへ向かう。値引きシールが貼られた棚の前で足を止めた。春子は小さくつぶやく。今日はおにぎりがあるかしら。その声は誰にも届かない。彼女はゆっくり腰をかがめる。商品を一つ一つ確かめながら手に取る。賞味期限を見て、値段を見る。そうやって選ぶ時間が彼女には大切だった。けれど春子は気づいていなかった。少し離れた場所から若い男がじっとこちらを見ていることを。荒木明は28歳。この店で働く契約警備員だ。彼は最近、店長から厳しく言われていた。万引きが続いている。次があったら契約は考え直す。荒木は春子の背中を見つめる。彼女が棚の前で何かを探している姿。それが彼には疑わしく映った。春子は何も知らない。自分に向けられる視線が疑いに変わっていることを。彼女はエコバッグを畳み直し、レジへと歩き出した。店内には夕方のにぎわいがある。仕事帰りの人々が行き交う。子供を連れた母親がカゴを押している。春子はその中に紛れていく。けれど荒木の目は彼女から離れなかった。人に迷惑をかけない。それが春子の生き方だった。けれど、その静かな日常は今日この瞬間から変わろうとしていた。荒木明は春子の後ろ姿を追っていた。彼女がレジに並ぶ様子を見る。商品を一つずつカゴから出す姿を見る。何気ない動作だった。けれど荒木の胸には不安があった。この1週間で万引きは3件起きていた。パン2つ。惣菜1パック。おにぎり3個。どれも小さな被害だった。けれど店長の岡田は厳しかった。荒木は店長の言葉を思い出す。次は見逃すな。君の仕事だろう。あの言葉が頭から離れない。荒木は警備員になって半年になる。前の職場では人間関係がうまくいかず辞めた。ここでもまた失敗するわけにはいかなかった。彼は春子を見る。老いた女性の背中。
買い物袋を抱える小さな姿。普通なら疑わない相手だった。けれど最近の万引き犯は皆高齢者だった。防犯カメラに映らない時間帯を選んでいた。巧妙だった。荒木は心の中でつぶやく。もしかして。春子はレジで会計を済ませた。ピギ、ピッと音が鳴る。確かに音は鳴っている。店員も普通に対応している。荒木は少し安心した。けれど次の瞬間だった。春子がエコバッグに商品を詰め終わる。レジを離れて出口へ向かう。その時バッグの底から何かが覗いた。荒木の目がそれを捉える。おにぎりだ。彼は息を飲む。あれはスキャンしたのか。それとも、荒木の足が動き出す。店内は混雑していた。夕方の買い物客で賑わっている。誰も気づいていない。春子は自動ドアへ向かう。あと数歩で外に出る。荒木が声をかけた。すみません。声が店内に響いた。周囲の客が振り返る。春子も立ち止まる。彼女はゆっくり荒木を見た。春子が静かに答える。はい。荒木は喉が渇いていた。心臓が早く打つ。けれど言わなければならない。少しお時間いいですか？春子は何も言わなかった。ただ静かにうなずいた。店内の空気が変わる。人々の視線が集まってくる。荒木は春子をレジをこの空間へ案内した。そこは返品対応や問い合わせをする場所だった。春子はじっと立っている。表情は変わらない。けれどその手がわずかに震えていた。荒木が静かに言う。バッグの中を確認させていただけますか？春子は無言でバッグを開ける。荒木は中を覗き込む。そこには確かにおにぎりがあった。レシートを見る。スキャンされた商品の一覧。おにぎりの記載はない。荒木の背中に冷たい汗が流れた。やはり、周囲の客がざわめき始める。あの人、万引き。小さな声が聞こえてくる。春子は何も言わなかった。ただ静かにバッグを持ったまま立っていた。その姿が荒木には奇妙に見えた。抵抗もしない。弁解もしない。まるで全てを受け入れているかのようだった。荒木は店長を呼ぼうと振り返る。けれどその時、春子の目が一瞬だけ揺れた。それは恐怖でも怒りでもなかった。深い諦めのようなものだった。店長の岡田正人が近づいてきた。50代半ばの男性で、この店を10年以上切り盛りしている。荒木くん、どうした？荒木は緊張した声で答える。万引きの可能性があります。岡田は春子を見つめ、その目は冷たかった。本当か？バッグの中におにぎりが、レシートには記載がありません。岡田は短く息を吐いた。困ったな。周囲の客はもう完全に立ち止まり、スマートフォンを構える人もいる。若い母親が子供の手を引いて離れていき、サラリーマンがちらちらとこちらを見る。春子は黙ったまま立っている。岡田が春子に声をかける。お客様、これは。その時だった。レジ担当の若い女性店員が駆け寄ってきた。店長、今忙しい。でも、この方は確かに。岡田は手を挙げて店員を制した。後にしてくれ。店員は口をつぐみ、岡田は再び春子に向き直る。万引きなら警察を呼ぶことになります。春子の肩がわずかに震えたが、それでも彼女は何も言わない。周囲のざわめきが大きくなる。やっぱりそうなんだ。最近多いらしいよ。高齢者の万引き。かわいそうだけど。声が春子を取り囲み、荒木は胸が苦しくなった。
けれど引き下がることはできない。もし見逃せば自分の立場が危うくなる。岡田が店員に指示を出す。事務所に案内しろ。若い女性店員が春子の前に立ち、固い声で言った。こちらへどうぞ。春子はゆっくり歩き出す。けれど3歩進んだところで、バッグからおにぎりがコロコロと床を転がり落ちた。客たちが一斉に見る。ふら見て、やっぱり。店員は春子を指さし、その指先が春子の胸を向いている。きちんと説明してください。春子は立ち止まり、顔を伏せた。そして小さく震える声で言った。ごめんなさい。店内が静まり返る。春子の目から涙が一筋こぼれ落ちた。彼女は決して泣かない人だったが、夫が亡くなった時も葬儀で涙を見せなかった。けれど今、人々の視線の中で彼女は崩れていた。岡田は腕を組んだ。困りますね。荒木は何も言えず、春子はただ謝り続ける。すみません、すみません。若い店員は冷たい目で春子を見ていた。まるで犯罪者を見るような目で、周囲の客も同じだ。誰も春子を擁護せず、誰も疑問を持たない。ただ万引き犯として彼女を見ている。春子は孤立していた。この店で、この街で、この世界で。彼女には味方が一人もいなかった。荒木は目をそらすが、その瞬間、春子の震える手が見えた。それは恐怖ではなく、深い絶望だった。人は誰でも間違いを犯すが、間違っていないのに罪を着せられることもある。その自陣はどうすればいいのか。春子は答えを持っていなかった。ただ謝ることしかできず、それが彼女の生き方だったから、岡田が告げる。事務所で詳しく聞かせてもらいます。春子はうなずき、涙を拭うこともせず歩き出す。その背中を人々が見送るが、誰も声をかけない。春子は一人だった。事務所へ向かうはずだったが、岡田は春子をその場に止めた。待て。まずここで確認しよう。彼は店員にレシートを持ってこさせた。春子は立ったまま待ち、周囲にはもう20人以上の客が集まっていた。スマートフォンを向ける人、小声で話す人、じっと見つめる人。春子は視線の集中放火を浴びていた。若い女性店員がレシートを持ってきて、彼女は春子を睨むように見た。これがレシートです。岡田はそれを確認する。おにぎりの記載はない。はい。店員は春子の前に立ち、そして指を突きつけた。なぜ盗んだんですか？春子は答えられない。お金がないんですか？春子は顔を伏せる。答えてください。その声は厳しく、周囲の客がさらに集まってくる。春子の体が小刻みに震え、彼女は胸に手を当てた。心臓が苦しく、息ができない。けれど誰も助けてくれない。店員が続ける。こういう方が最近多いんです。その言葉が春子の耳に突き刺さり、岡田が言う。困りますね、本当に。春子は涙をこたえるが、涙は溢れ続けた。彼女は思い出していた、40年前のことを。春子は小学校の給食室で働いていた。ある日余ったパンを家に持ち帰り、捨てるよりいいと思った。けれど次の日、教師に叱られた。勝手なことをするな。皆の前で叱られ、春子は謝った。それ以来彼女は何も言わなくなり、言い訳をすればもっと責められる。黙っていれば早く終わる。それが春子の処世術だった。けれど、今この瞬間、彼女は気づいていた。黙ることは自分を守ることではなく、黙ることは自分を消すことだった。店員が迫る。
返事をしてください。春子は口を開こうとするが、声が出ない。喉が詰まる。周囲の視線がさらに冷たくなる。ずうずうしい。高齢者だからって許されない。恥ずかしくないのか。声が飛んでき、春子の膝が震える。このまま倒れてしまいそうだったが、倒れることもできない。ただ立ち続けるしかない。岡田は時計を見た。これ以上は時間の無駄だな。荒木が聞く。警察を呼びますか。その言葉に春子の顔が青ざめ、ようやく声を出した。お願いします。警察は、やめてください。岡田が答える。でも万引きは犯罪です。お金は、払います。それで済む問題じゃない。春子は絶望し、もう逃げ場はなかった。彼女は人生で初めて思った。消えてしまいたい。この場から、この世界から。すべてが終わればいいと。けれど、人は簡単には消えられない。生きている限り立ち続けなければならず。たとえどんなに辛くても。春子は震える手でバッグを握りしめ、その指は白くなっていた。店員は冷たい目で春子を見下ろし、まるで虫を見るような目だった。春子はその視線に耐え、ただ耐えるしかなかった。それが彼女の生き方だったから。岡田が告げる。仕方ない。警察に連絡する。わかりました。春子の目から大粒の涙がこぼれ落ちたが、それでも彼女は立っていた。尊厳を奪われながらも、人間として扱われなくても、ただ立ち続けた。それが春子にできる最後の抵抗だった。周囲の人々は誰も気づかない。この老女がどれほどの痛みを抱えているか。彼女がどれほど静かに生きてきたか。ただ万引き犯として見ているだけだった。春子は心の中でつぶやく。もう、いいんです。すべてを諦めようとしていた。けれど、その時だった。春子の目の前がかすみ、店内の蛍光灯が遠くなる。人々の声も聞こえなくなり、彼女は記憶の中にいた。40年前の春、小学校の給食室。大きな窓から朝の光が差し込んでいた。春子はまだ30代で、白い帽子とエプロンを身につけ毎日働いていた。あの頃の給食室には暖かい湯気が立ち上っていた。カレーの匂い、パンの焼ける音、子供たちの笑い声。すべてが懐かしい。ある日のことだった。給食が余り、パンが10個、牛乳が5本。捨てるには惜しく、春子はそれを持ち帰ろうとした。自分の子供に食べさせようと思った。けれど、教師が見ていた。勝手なことをするな。職員室に呼ばれ、春子は何も言えずただ謝るしかなかった。あの時から彼女は変わり、何も主張しなくなった。黙って従うことを選び、それが安全だと思ったから。けれど今、春子は気づいていた。黙ることは自分を守ることではなく、黙ることは自分を殺すことだった。あの日の教師の顔が浮かび、冷たい目、軽蔑の表情。コンメの前にいる店員と同じだった。春子は思う。私は一生こうして生きてきた。誰かに責められ、誰かに疑われ、それでも黙って耐えてきた。けれど、それは正しかったのだろうか。夫は優しい人で、いつも言ってくれた。いいんだよ。けれど夫はもういない。子供たちも遠くにいて、今の春子には誰もいない。だから、もう黙る必要はないのかもしれない。守るべきものがないのなら、失うものがないのなら、春子の中で何かが動き始める。それは怒りではなく、悲しみでもなく、ただ静かな決意だった。このまま終わりたくない。このまま消えたくない。
人として扱われたい。尊厳を取り戻したい。春子の目に光が戻り、彼女は顔を上げた。店員が驚いた顔をする。春子はゆっくり口を開く。私は、声が震えるが、止まらない。盗んでいません。その言葉が店内に響き、周囲がざわめく。岡田が眉を潜める。証拠があります。春子が答える。確かめてください。春子の声には力があった。40年ぶりに、彼女は自分の言葉で語り始めた。それは小さな一歩だったが、春子にとっては大きな変化だった。記憶の中の自分と今の自分が、ようやくつながった瞬間だった。岡田は春子を見つめていった。確かめる。何をですか？春子が静かに答える。防犯カメラを見てください。その言葉に岡田は眉を潜めた。時間の無駄だ。お願いします。彼女の声には諦めがなかった。岡田は短く息を吐き、レジ上のモニターに向かう。店員が操作パネルを開くと画面が点灯した。周囲の客も固唾を飲んで見守っている。映像が再生される。時刻は15分前。春子がレジに並ぶ場面だ。彼女は商品を一つずつカゴから出している。店員がスキャンする。ピギ、パンが通る。ピギ、惣菜が通る。そして、ピギ、おにぎりが通った。確かな音だった。岡田の顔が固まり、荒木が息を飲む。画面の中で春子は丁寧に商品をエコバッグに入れている。何も隠していない。何も盗んでいない。岡田が低くつぶやいた。これは、彼は映像を止めて巻き戻す。もう一度確認するが、やはりおにぎりはスキャンされていた。店員が青ざめる。しかし、その目に上からのプレッシャーの疲弊が垣間見えた。荒木は言葉を失っている。岡田が尋ねる。では床に落ちたのは。春子が静かに答えた。それは、私のじゃありません。彼女は映像の端を指さす。別の客のカゴが映っている。岡田が画面を確認した。本当だ。店内の空気が一瞬で反転した。岡田は深く頭を下げる。申し訳ありませんでした。荒木も慌てて頭を下げた。すみません。本当にすみません。店員はうつむいたまま動けずにいる。彼女もまた、この店のシステムの中で追い詰められていたのかもしれない。周囲の客がざわめき始めた。違ったの。かわいそうに。ひどいわ。声のトーンが完全に変わる。さっきまで春子を責めていた人々が、今度は同情の目を向けている。けれど春子はそれを受け入れなかった。もういいんです。岡田が申し出る。終わりに何か。春子は静かに首を振った。結構です。彼女はエコバッグを持ち直す。岡田が懇願するように言った。また来てください。春子は岡田を見つめ、その目には深い悲しみがあった。ここは、もう私の居場所じゃありません。そんな、疑われた瞬間からすべてが変わったんです。彼女は静かに歩き出した。誰も止められない。店員は涙を浮かべ、荒木は拳を握りしめ、岡田は何も言えない。春子は自動ドアをくぐり、夕暮れの光が彼女を包む。誰も追いかけなかった。謝罪は受け入れられず、傷ついた尊厳は戻らなかった。春子の背中が遠ざかっていく。荒木が苦しそうにつぶやいた。俺は、何をしたんだ。岡田も黙ったままだ。店内には重い空気が残っている。客たちは何事もなかったように買い物を続けるが、皆どこか居心地が悪そうだった。
自分たちもまた春子を責めた一人だったから。レジのモニターには映像が残っている。春子が丁寧に商品をスキャンする姿。何も悪いことをしていない姿。ただ静かに買い物をしていた姿。それを誰も信じなかった。疑うことは簡単だったが、信じることは難しかった。店員は泣きながらレジに戻り、荒木は防犯カメラを見上げる。岡田は深く息を吐いた。真実は遅すぎた。春子はもう戻ってこない。それが、この日の結末だった。3日が過ぎた。春子は花道マートに行かなくなり、代わりに少し遠いスーパーで買い物をする。誰も彼女を知らない店で、誰も疑わない場所だ。けれど、心の傷は簡単には消えなかった。レジに並ぶたび不安になり、商品をスキャンする音が怖い。周囲の視線が気になる。春子は自分が変わったことに気づいていた。あの日から何かが壊れて、信頼が、安心が、静かな日常がすべて失われた。ある朝のことだった。春子は近所の掲示板の前に立っていた。そこに一枚の張り紙があった。地域炊き出しボランティア募集。春子は立ち止まり、昔給食室で働いていた頃を思い出す。暖かい湯気、子供たちの笑顔、あの頃の自分。春子は電話番号をメモした。翌週、彼女は公民館の炊き出し会場にいた。大きな鍋が並び、野菜を切る音、スープの匂い。懐かしい感覚だった。ボランティアのリーダーが話しかけてくる。初めてですか？はい。じゃあ、こちらでお願いします。春子は鍋の前に立ち、スープをお玉ですくう。カップに注ぐ。人々が列を作って待っている。若者、高齢者、親子連れ、様々な人がいた。春子は一人一人にスープを渡す。温かいですよ。その言葉が自然に出て、受け取る人が微笑む。ありがとう。助かります。感謝の言葉が返ってきて、春子の胸が温かくなる。ここには疑いの目がなく、冷たい視線がない。ただ助け合う人々がいるだけだ。作業が終わり、リーダーが春子に声をかける。また来てくれますか？春子はうなずいた。はい、来ます。リーダーが微笑む。待ってますね。春子は久しぶりに笑い、心からの笑顔だった。帰り道、春子は皿を見上げる。夕焼けが広がり、美しい色だった。彼女は思う。もう過去を責めるのはやめよう。荒木を、岡田を、店員を、そして何も言えなかった自分を。すべてを許そう。許すことは忘れることじゃなく、許すことは前に進むことだ。春子は歩き出し、足取りは軽かった。傷は残っているが、痛みは和らいでいた。人は誰でも間違え、疑うことも、傷つけることもある。けれど、やり直すこともでき、新しく始めることもできる。春子はそれを知った。72歳にして初めて。彼女は自分の人生を取り戻し始めていた。炊き出しの温かさが心に残り、人々の笑顔が目に浮かぶ。ありがとうという言葉が耳に響く。春子はつぶやいた。また明日も行こう。小さな決意だったが、確かな一歩だった。それが、春子の新しい人生の始まりだった。1週間が過ぎた。春子の朝は変わっていた。窓から朝日が差し込み、カーテンを開けると空が見える。青く澄んでいた。彼女は深く息を吸い、新しい空気が肺に入る。体が軽くなる気がした。台所に立ち、お茶を入れる。
湯気が立ち上り、その暖かさが心地よい。春子はカップを両手で包み、ゆっくり一口飲む。静かな時間だった。テーブルの上には炊き出しのスケジュール表がある。次は木曜日。春子は小さく微笑んだ。夕方、彼女は買い物袋を持って外に出る。風が頬を撫で、柔らかい風だった。スーパーへ向かう道で誰かとすれ違う。こんにちは。挨拶が返ってきて、春子も小さく会釈する。何でもない日常だが、それが嬉しかった。スーパーの入り口で自動ドアが開く。春子は一瞬立ち止まり、不安がよみがえる。けれど、彼女は足を踏み出した。店内に入り、蛍光灯の明かりが広がる。野菜売り場を通り、惣菜コーナーを見て、レジの列に並ぶ。心臓が少し早く打つが、大丈夫だった。商品をカゴから出し、店員がスキャンする。ピギ、ピッと確かな音。春子は落ち着いている。会計を済ませ、エコバッグに商品を詰める。丁寧に、ゆっくりと、自動ドアをくぐり、外に出る。夕焼けが始まっていて、空がオレンジ色に染まる。美しかった。春子は歩き出し、買い物袋を抱えて一歩ずつ前へ。彼女の影が長く伸びるが、その影は孤独ではなかった。明日また炊き出しがあり、人々が待っている。温かいスープが必要な人がいて、春子には居場所があった。傷は残っているが、痛みは和らいでいた。人生は続いていく。どんなことがあっても、どんな痛みを抱えても、生きていく。春子は空を見上げ、星が一つ光り始めた。彼女は小さく微笑み、そしてつぶやいた。また明日も。声は風に消えるが、その言葉には力があった。生き直す力が。人は何歳からでも始められる。新しい朝を、新しい自分を。春子はそれを知った。72歳の春に。夕暮れの道を歩く老女の背中。それは決して孤独ではなかった。希望を抱いた背中だった。静かに幕が下りる。けれど、物語は終わらない。春子の人生は続いていく。明日も、明後日も、ずっと。